姫様、お帰りなさいませ。柴様とのお食事はいかがでございましたか？姫様、奥方様が姫様がご帰宅の際にはお呼びするようにとのことでございます。いいえ、姫様にお話があるのだそうです。お入り。おかえり、ゆりさん。いいのよ。あなたは娘盛りなのだから、たくさん外へ出なくては。さあ、もっと近くへいらっしゃい。ゆりさん、私はもう長くはないわ。いいえ、仕方がないの。自分でもわかるのよ。以前から長くは生きられないと言われていたの。だから怖くはないわ。殿様もあちらにいらっしゃるのだし。今言わなければいけないのよ。ねえゆりさん、あなたに伝えておきたいことがあるの。私に一つ未練があるとすれば、それはやはりこの家のことです。あなたにははっきり言うけれど、水人さんが頼りにはならないわ。女といえども
この家の本当の主はあなたよ。あなたには私の武家の血と父親の公家の血が流れています。どちらも途絶えさせてはならないもの。まず健やかな子供を産むことを約束してちょうだい。そうしてできれば視力のある方と結婚なさい。この家を存続させるために。あなたにはできるはずよ。美しさとそして凛とした才気を備えたあなたなら。実際あなたに求婚している人があるじゃないの。家族ではないけれど理想的な。いいですね、百合子。私の意志はあなたに託しましたよ。あなたになら任せられるわ、百合さん。私はね、何よりも信頼に足るものは血のつながりだと信じているの。そうよ。真に愛せるのも血を分けたものだけ。この体に流れる血潮がそれを求めているのですよ。ああ、姫様。
どうなさったんですか？え、ああ、2階のお部屋から見ていらしたのか。記者です。朝日新聞の。姫様は何も気になさらないでください。くだらないことですよ。姫様、安心してください。何度来ても俺が追い返してやりますから。この家の敷居をまたがせやしませんよ。はい、姫様。もちろんです。姫様。奥方様のお部屋へ参られるのですか？今、お客様がいらっしゃっています。お話し中のようですので。あら、おひいさん。覚えていてくださったので嬉しいわ。私は茂子様のお友達ですもの。当たり前のことよ。それよりもね、ゆりさん、少しお話ししませんこと？せっかくこうしてお会いできたんですもの。可愛らしいお嬢さんとお話しするのは私の何よりの楽しみなの。はい。かしこまりました。お前はここのカレーかしら？はい。藤田と申します。
異人の血が入っているのね。はい。父は英国の人間です。なるほどね。大した美丈夫だこと。さぞかしご立派なんだろうね。なんでもないわ、おひいさん。さあ行きましょう。本当はもっと早くに来たかったんだけれど、息子が熱を出していたの。子供って嫌ね。すぐに熱を出すんだもの。もう10歳になったっていうのに、女中に任せておけばいいのに、父がうるさいもんだから。ええ、そうよ。30歳の時に産んだの。ずっと気をつけていたんだけど、一人くらい産めと言われて仕方なく作ったの。ゾッとする体験だったわ。あなたも子供なんか産まない方がいいわよ。茂子様をお見舞いできてよかったわ。それにしてもずいぶん細くおなりになってしまって。そうでしょうね。あの様子では。殿様は茂子様をとても愛していらしたから、引きずられてしまっているのかしら。意外だというお顔ね、おひいさん。いいのよ。あなたは知らなくて当然だわ。私は茂子様の長いお友達だから知っているの。殿様の茂子様への執着は、それはもうものすごかったのよ。あなたは政略結婚によって2人が結びついたと思っているのでしょ。もちろんそういう部分もあるけれど、殿様の凄まじい愛情は寒気がするほどだったわね。茂子様が心身ともにすり減ってしまうくらいにね。まあそんな様子は子供の前では見せるはずもないわね。
いえば今日はどこかへ出かけていらしたの？私が階段を降りてきた時、外から戻っていらしたような様子じゃなかったかしら？あら、そうだったの。いいお天気ですものね。今日は風も吹いていて少し涼しいわ。なに、かわいい人。私にわかることなら何でもお話しするわ。まあ、記者が？その使用人は記者に何と言われたの？そうね。あなたも知っておくべきかもしれないわ。というよりもじきに知ることなんでしょうけれど。あのね、実はあなたのお父様はあのならず者たちに殺されたのではないかもしれないの。さあ、それはわからないわ。ただ、生きて捕らえられた男たちはみんな一様にあの子爵を切った覚えはないと言っているらしいの。自分たちが屋敷に侵入した時には子爵の姿はなかったと言うんだわ。真実はわからないわ。殺人の罪をかぶりたくないだけかもしれないわね。けれど、ああいう手合いの男どもはそういう逃げ方はしないものよ。普通に考えれば、子爵は彼らの侵入してくる前に何者かの手にかかったのでしょうね。
記者が来ていたということはもう嗅ぎつけたのね。さすが耳の早いこと。あの男たちでないとしたら、犯人はあの夜会にいた誰かという可能性が高いわ。場違いな人が入ってきたらすぐにわかりますものね。そうしたら野宮子爵殺害事件は格好の記事になるわ。あの夜会にいたのはみんな地位ある人たちですもの。そういうことね。それに子爵の体や現場には揉み合った跡はなかったというし、びっくりしたお顔だったというじゃない。顔見知りの誰かに突然やられたんじゃないかしら。けれど私はこの事件解決はしないと思うわよ。だって目撃者がいないんですもの。いたとしたらとっくに警察は動いているわ。きっと迷宮入りね。
何？姫の顔を見に来ただけだ。それともう一つ、食事会の友を願い出たいと思ってね。あなたも京子夫人の食事会に行くんだろ？誘いを受けたんだろう。そう聞いていたが。どうした？おひいさんは上の空か？当たり前だろう。京子夫人とあなたの母上は友人同士じゃないか。本来なら一家で招待されたところだろうが、奥方様は寝たきりだし、殿様とあなただけがお呼ばれしたようだな。ああ、そのようだ。俺も深くは知らないが。なんでも京子夫人のお父上が朝鮮で虎を取ってきたそうだ。帝国ホテルで総勢200名余りの食事会を開くらしい。はあ、俺も食ったことはないが、なかなかの珍味だそうだ。確かにあの夫人の父君だからな。それに比べて婿の方はかなりおとなしい男という評判だ。性別が逆だった方がよっぽどしっくりくるともっぱらの噂だ。あの若奥様は性別を間違えて生まれてきたんだな。そうだな。浅からぬ付き合いではあるな。嫉妬してくれたのかい？さあ、あの人はそんなことに頓着しないだろう。で、結局あなたは行くのか、それとも行かないのか？そうだ、
行くなら一緒に行こうじゃないか。